日本から約6000キロ、遠征隊は約1年ぶりにパキスタンの首都イスラマバードへと戻ってきました。今日はイスラマバード着いて、イスラマバードの街には行かずにチトラルに国内線に向かいます。イスラマバード空港に到着し、出だしは好調と思いきや、いきなりハプニングが出迎えます。フライトキャンセルだって。次のフライト4日後。マジっすか。だからもうバスで行くしかない。キャンセル？ Yes, it's cancelled. Why? The weather is not good. Okay. Okay? Rain. Rain, yes, sandstorm. Okay. 今回の案内人はガイドのエリアス。ガンバルゾムでもお世話になったベテランのガイドです。今回もエリアス。サンキュー。1年ぶりの再会。去年ガンバルゾム5っていう未踏峰無事に登って、結構日暮れ近くに山頂に着いたんですけど、山の反対側、山頂にやっと立って見えた反対側にまた針のような山がたくさん見えて、あの辺の山たちかっこいいなっていう。でまた同じ3人のメンバーで次どこ行こうかっていう話をしていて、ならやっぱあそこ行ってみたいな、ガンバルゾムから見えた山がどんな山なのかっていうのを見てみたいなっていうのを思って、で今回の遠征先決めました。イスラマバードからチトラルまでは車で約10時間、休憩も入れると丸1日の行程になります。遠くテリチミールの山体を見上げる山間の町チトラル。人口は約2万人ほどの小さな町です。この日はベースキャンプで過ごすための物資を調達します。これから食料の買い出しです。意外と栄えてたね。でも現代風なスーパーがないさそう。今後陸路ならイスラマバードで買った方がいい。ああ、まあ確かにそうっすね。店の大きさこれでも一番大きいスーパーで。町には大きなスーパーはなく、この商店でパスタなどを購入します。ガソリンスタンドでベースキャンプ用のガソリンをガソリン普通に料理の燃料となるガソリンはエンジンオイルや食用油の容器を代用します。日本では考えられませんね。これから1ヶ月にも及ぶ BC 生活に備え、散髪も行うようです。すごい髪型になってる。どうですか、満足具合は。今までしたことない髪型になってる。今までしたことない髪型っていう。散髪料は300ルピー、日本円で約150円程度です。まあいい頭すっきりしたからもう、ね、めっちゃすっきりしたわ。Thank you。続いて3人は町の八百屋さんで野菜の調達です。玉ねぎ一番使えるからね。食料係どう？食料係なんですか？そうだよ。初めて聞きましたけど。上がった上がった。はい。5キロだ。新鮮そうなニンニクと生姜。これ買ってこ。8月23日、今日は荷物をジープに乗せ、つい2峰のふもとまで向かいます。ジープ2台で行きます。結構ダート道らしくて。今の気持ちは
車用意しないか不安です。それだけですよ、とりあえず。いいコメント、いいコメント。筋までは。チトラルからつい2方の36までは約190キロ。ジープで丸2日かかる予定です。パンクしたかな。フラット。山間部では舗装されていない道路も多く、パンクや土砂崩れなどで立ち往生することも日常茶飯事です。23日5時過ぎ、マス筋着きました。今日の移動時間は7時間。中間地点のマストゥージのホテルで一泊します。到着早々街を散策してみることに。するとチトラルよりレーズたくさんある。レーズ畑だ。一番あるね。ちょっとどうやらお気に入りのスナックがあったようですね。リミテッドエディション。マス筋リミテッドエディション。今回のパキスタンで一番品揃えがある。中間地点の町でしたが、予想以上に品揃えが多く、食料の買い足しを行います。ここで新鮮な卵も購入します。卵200個購入。200。200個で6000ルピー、3000円ぐらい。肉を持っていけないんで、卵がやっぱ一番いい。卵は貴重なタンパク源。輸送中に割れてしまうことも想定して少し多めに調達しました。10日ぐらい持つ。日本を出発して5日目。今日はジープで入れる最も多くの地点を目指します。山間部では道が舗装されていることは少なく、道路が川になっていたり、壊れかけの橋を渡ることもあります。橋が壊れてる。パキスタンで走っているジープは30年以上前のモデルがほとんど。それでも未だに現役でパワフルに走っています。3日間の車移動を終えて、ようやくトリカンドというつい2方の最寄りの村へと到着しました。ここが最終の村です。ここでこれから向かおうとしているついの氷河へ、たまたま半年前に行ったことがある大学生と会うことができました。3 weeks ago? No. Last week? It's 6 months ago. 6 months ago. Oh, you went there. It's the Rishto Glacier. Rishto Glacier. Yeah. めっちゃ悪そう。This is Tui? Yeah. Maybe. Thank you for tomorrow. Welcome, sir. Guide. No problem. リヒトグレーシャー行ったことあるらしい。そして一緒にたまたま大学が日曜で休みだったんで。25日朝7時発です。めっちゃ綺麗。今日はこの地元の2人に氷河のなるべく奥まで案内してもらいます。ラッキー。What's your name again? Kashif. Kashif. Yeah. Thank you so much.
カシュフ。出発から2時間、氷河の奥に山が見えてきました。そのカーブを曲がったあたりでついにが見えたらいいな。4000メーター富士山越えてきたね。まだ頭感じない？いや、感じてます。感じてる？ちょっと早すぎるかも。勝手にどんどん遅れてもいいから、個人のペースで。そして今回の目標となるつい2峰がその姿を現しました。もうちょい行けばカブまで見えそうだ。すげえミックス駅だ。なかなか面白そうだね。面白そう。近づいたらだんだんうん、すごいでかく見えてきた。ちょっと近づくだけで。実際壁だけで1000メーター以上あります。うん。1500ぐらいかな。本日の偵察はここまで。ベースキャンプの場所の見当をつけて、また2日後に荷物を持って戻ってきます。8月27日6時15分です。今日は全部で15人のポーターに、6時間ぐらい荷物を荷上げしてもらいます。このポーターみんな初めてみたいで、いつもは25キロ持てるんだけど20キロまでしか持てないみたいで、でも頑張ってもらいます。いよいよベースキャンプまでのキャラバンがスタート。しかしここでまたもや問題が起きてしまいます。スタートから30分、年配のポーターが1人、これ以上体力的に厳しいということで脱落してしまいました。諦められてた。30分で。What can do, Captain? What can we do? 今回のポーターは今回限りの即席チーム。初めての登山隊に慣れない荷物で苦戦を強いられます。強いなみんな。登山初めてなのに22、3キロ背負って。Very good. We are at 4,000 meter. 標高は4000メートル。しかしトラブルは続きます。We don't have water. Anyone? Yeah, I should have told you. Don't have water. ここで15人のポーターの飲み水がなくなってしまいました。水がないのきついな。水汲んどけって指示出せばよかった。みんな水がない。キャラバン開始から5時間半。慣れない登山にポーターたちにも限界が訪れます。5分おきぐらいに休憩が必要になってきて、氷投げられそうか心配になってきました。あと 1.5 キロぐらいなんとか耐えてほしいな。ベースキャンプ予定地までラスト1キロ。ここで登山チームの水をポーターに分け与えます。みんな水がないからちょっとずつ分けて。セーブイットセーブイット。全部なくなっちゃう。Thank you, Captain. No worries. 結局水はすべてなくなってしまいました。Let's go. 出発から約7時間、ポーターたちが限界ということもあり、予定していたよりも500メートルほど手前の地点にベースキャンプを設けることにしました。快適性を取れば、ここでもいいかなって気がしてきて、よくここまで頑張ってくれた。ここでいいかなって気がしてきました。See you again in China. Thank you. Thank you. See you again. Enjoy. Thank you. Bye. はい。Bye. ポーターとガイドとはここでお別れ。これから1ヶ月間、この3人だけで登山を行います。このクリップポールに一個一個全部。あ、それだね。左はこっちから開きやすくて、右側は早速ベースキャンプの設営。今回はキッチンテントとしてノースフェイスの6人用テントを使用しました。この中の空間だけで前回のキッチンテントよりでかいですもん。立てるもんね。はい。
持ってくる価値あるありますね。な。場所選定が。成田さんは一人だけ高台を掘ってテントを立てているようです。しかし、これが後に重要な決断になります。3、4週間滞在するベースキャンプ。設営もある程度進み、ベースキャンプで最も大切な水の確保もバッチリです。この工作のおかげで。でかい。でかい。ベースキャンプへ到着して3日間。初日から降り出した雨は止むどころか、どんどん強くなります。今日も停滞。それにしてもよく降るな。ベースキャンプ着いてから3日ぐらい何もしてません。そしてまたもやこの雨が大変な事態を巻き起こします。うわあ、でもギア置いてるとこは大丈終わってるわ。やばー。もう中見たくないんでほっときます。見たって変わんねえ。降り続く雨でテントを張った場所が川になってしまいました。あそこに滝ができてる。ここまでの本流は予測してなかった。やばいかこれは。でも実は防水じゃない。西田さんのテントは完全に浸水。キッチンテントもご覧の通り。缶詰のところが自然の冷蔵庫になってる。左右がまだ大丈夫でよかった。これ以上浸水しないようにお引っ越しです。ちなみにお隣の一生懸命整地した成田さんのテントは無事でした。やっぱり楽してはいけませんね。ここ良さそうに見えたのに。本当ですよ。ただの湖だった。やばい。ベースキャンプへ到着して5日目、ようやく天気が回復し、壁の基部まで偵察へ行くことにしました。久しぶりに雨が止んで山が見えました。今日は4800ぐらいまで散策って感じで順応に行きます。久しぶりに山が見えた。4500ぐらい。氷河地帯は地形が入り組み、道を探すのも一苦労です。道は結構悪いですね。氷河期4600手前ぐらいです。今日は ABC 候補を見つけたいで4900くらいまで順応できればと思ってます。ベースキャンプから2時間、つい2方の性癖が姿を現しました。すごいな。この前までの雨で雪が増えてる。降りた雪がたくさんつながってるように見えるけど、どうなってるのか。4850メーターまで来ました。暑いですね。25度ぐらいに感じます。岩の影とかいい感じだったらいいな。イーストピークが見えてきた。あそこで順応予定です。疲れた？頭が痛い。え？ああ、体がだるい。前回も高山病を発症していた西田さん。あさってから始まる高度順応と荷上げに少々不安が残ります。うわ、嫌な音。じゃあ帰る。9月3日、明日から始まる順応兼 ABC までの荷上げのために登山本番のためのデポ装備の準備を行います。つい2方の正面は標高差1500メートル。
岩と雪のミックス駅を登るための装備は登山道具だけで15キロ以上に及びます。簡単にこんないと思いますけどね。最初の状態が結構。あとはビバーク道具系だね。クライミング道具が大体揃ったんで。対応力はありそうですけどね。岩が来ようが、氷が来ようが。本当に岩登ることになったらもうちょいまあまあ、確かに。味もいっぱいある。今日の夕食はフライドポテト。明日からの高度順応に備えて兵器を養います。めちゃめちゃうまい。マックのポテトよりうまい。うまっ。オリーブオイル使ってますか。順の出発です。天気めちゃめちゃ良くて半袖で行動できるぐらい暑いです。もう別行動にして各自のペースで4900ぐらいまで上がることにしました。4日後か5日後ぐらいにここに戻ってきます。順応は計5日間の予定で、氷河の最も奥にあるリシュトピークという6000メートル前後の山を目指します。西田は別人みたいだね。25キロ背負って0キロの時の2倍ぐらいのスピードで歩いてる。おかしいですね。さすがにちょっと頭の痛さ出てきましたけど、あまあでも一昨日に比べれば全然。あ、うん。もうちょいで ABC 候補地です。15分ぐらいで着くかな。クレバスがすごい勢いで溶けてます。出発から5時間、アドバンスドベースキャンプの場所を決め、登山装備などをデポします。どこに泊まろうか悩ましい。クレバスがたくさん出てきた。壁の基部をトラバースし、なるべく平らで安全な場所を探します。ああ、今まで見えてなかったところも見えてきて、いい感じですね。やっとほぼ全部見えてきた。そこからようやくつい2歩西壁の全体像が見渡せる位置までやってきました。ここでしばらく壁の偵察を行います。傾斜がちょっと落ちてくるから、カムとかでなんとかなんないから。巨大なミックス兵器を目の当たりにして3人のテンションが上がります。これはいい課題かもしれない。盛り上がってきたね。はい。まあなんか思ったよりカムが使えそうなのが、希望が持てますね。硬いところは硬そうだよね。まああとは雪の下がどれだけ深いかですよね。ちゃんとアイゼンガスガスでいければいいんですけど。ただのメンツルスラブだと。スラブの上に雪が降りかかってるだけとかだとちょっと困っちゃう。中間部が特に。この辺にしちゃう？気分だいぶ先だけど。水があるのはでかいよね、でも。はい。超大事っすね。超大事。いくらでも飲みたいからな、ABC で。あそこにもう水たまりあるわ。マジっすか。恵みの。おお。いや、これ登れたら絶対気持ちいいっすね。午後5時、標高5000メートルの地点に ABC を設置し、今日はここで一夜を明かします。前回と違って下が雪だからちょっと不快だね。はい。っていうか、ここまでの工程で靴の中ビチャビチャですよ。それはそうだ。アプローチシューズ。高所の影響もあるからね。新標高更新してってるから。いい景色。すごい見た目してる。すごいです。何も加えてないもん。缶の味だけ。まあ、意外といけるけど。意外といけんだよ。意外とその、コンビーフの塩味が溶け込んでて、
別に食えなくはないっすよ。そこで味がついてるからね。夕飯を終えて明日から5700まで運動に行きます。明日行く山はあそこです。まだ3キロぐらい離れてる。いや寒いね、結構マイナス10度ぐらいありそう。今日は高所順応で氷河最深部のリシュトピークという場所を目指します。氷河上はクレバスもあるので、3人ともロープでお互いを確保しながら間隔を空けて進みます。前にかっこいい山が、アフガニスタンの山とタジキスタンの山がよく見えてます。すごい。標高5320メートル。だんだん氷河のどんつきが近づいてきました。歩き始めて5時間、ようやく氷河の一番奥までやってきました。この先の5700のコールを目指して上がってきます。雪が腐って結構大変です。新しい標高だし。雪面の傾斜は40度、歩きにくい雪質と5000メートルの標高に息が切れます。登山はやっぱきついな。5450ぐらいかな。西田が行ってます。雪の斜面を登り始めて2時間半、ようやく稜線までたどり着きました。リシュトピークがすごい難しそう。順応で使う山じゃない間違いなく。当初予定していたリシュトピークは急峻で厳しいので、今回は下見も兼ねて津井川の稜線で高度巡回を行うことにしました。おお。そしてここで去年登ったガンバルゾム5峰の稜線が姿を現しました。うわすごい。これはすごい。去年登ったガンバルゾム5。いやこれはすごいね。感動もの。エモい。ガンバルゾム主峰と一番手前がハイブ。南にもなんかかっこいい山がある。テントから見えるのはめちゃめちゃ贅沢っすね。まだ未踏歩、まだうちらしか登ってない。今日はガンバルゾムを一望する5700メートル地点で一晩を過ごし、明日は6000メートルまで高度を上げます。10時半。今日はゆっくり起きて、ここから見で6000メーターぐらいまでタッチに行きます。5740ぐらいで寝たんで、テントの散欠と睡眠のダメージがちょっとあります。出発から約2時間、つい2峰の南稜が見渡せる6000メートルの無名峰までやってきました。5740から6260メートル。すごいね。次の加工するかもしれない面が、加工するとしたらどこだろうね。南稜も急峻で加工もとても大変そうです。白い雪のスロープのところを岩使いながら解くかな。
ちょっと 6000m でいいタイムです。なるべく体を慣らして帰ります。いい散歩だった。6000タッチできたのでかい。やった。今日一泊して明日 ABC から BC へ戻ります。いい順応ができたんじゃないでしょまあ前回よりはやっぱだいぶいいっすね。うただやっぱ5700は結構きつかったというか、なんだかんだ頭が痛かったです。か。寝るのがね、はい。調子はどう？今はやっぱ寝るのがちょっと調子悪い。寝るときはね、余裕っしょ。余裕っしょ。もう勝ったも同然でしょ。順応までがやっぱめんどくさいわ。入国からクライミング用のギアとロープとかいろいろ残して ABC から BC に戻ります。今日から1週間ぐらい、6日ぐらいレストしてタイミング見てアタックにもう一回戻ってきます。無事に高度順応を終えた3人。次はいよいよ未踏の聖域へトライ。果たしてどんなクライミングが待っているのでしょうか。